皆さんこんにちは。本日はですね、こちらのアクティの、修理をしていきたいと思います。よいしょ。とりあえず乗り込みまして、こちらのアクティなんですけども、もうね、昭和57年式で結構古くて、いろんなところが弱ってきてるんですけども、最近ね、ウィンドウハンドルっていうんですかね、これが壊れてしまいまして、もともとはね、こういう感じの部品がついてたんですけども、ここのね、そのパチッとはめ込むとこの爪がね、全部割れてしまって、こちら今 3D プリンターで作ったものを使ってるんですけども、これもね、やっぱ積層式の 3D プリンターなので、もう積層面のところからね、しょっちゅう強度不足で壊れてしまうんですね。なんで今回はね、もう思い切ってこのドアノブ自体を別のものに交換しようと思います。今回使うドアノブがこちらの謎のドアノブですね。ドアノブっていうか、ウィンドウハンドルか。これね、少し前にフリーマーケットで買った、多分なんかアメ車かなんかの部品やと思うんですけど、これがね、ちょうど、なんかレトロな感じの見た目で可愛いので、これをね、使っていこうと思います。ただこれがね、そのままつくかちょっとわからないんで、場合によっては、3D プリンターでね、これとこのドアを接続する部品なんかを作ったりして取り付けしていこうと思います。とりあえず一回ね、ちょっとこれ開けてみます。はい、開封してみました。一言だけ言うと、質感が悪いっていう。なんかこのね、ノブの部分もね、すごい回転が渋いし、なんならね、もうすでにちょっと結構ネチャネチャしてる感じですね。やっぱね、アメリカとかって結構日本よりも湿度が低い国やと思うんで、やっぱね、そういう欧米諸国の乾燥したね、気候の部品ってやっぱ日本の高温多湿に弱いみたいで、結構ね、加水分解起こりやすいと思うんですけども、これもね、もしかしたらもう加水分解が始まっちゃってるのかなという感じもするんですけど、もう見た目重視でいきます今回は。見た目といってもね、ちょっとなんかメッキもね、結構ムラムラというか、すごいこのおそらく鋳物やと思うんですけど、鋳物の鋳肌がすごく粗いですね。離れてみたらね、わからないんで、今回はね、これをここにこんな感じでつけてみたいと思います。で、こちらのドアノブなんですけども、この取り付けのところを見てみると、中にね、こんなスプラインが切ってあって、でね、ボルト止めの感じなんで、こういうギザギザのね、歯車のような部品に差し込んで、ボルトで固定するっていう固定方法やと思うんですけども、国産車のこういうドアハンドルってクリップが入ってて、このクリップでパチッと止まってるだけなんで、ちょっとね、取り付けの方法が異なると思うんですよね。とりあえずね、これ外して取り付け部分の形状を確認してみたいと思います。とりあえず運転席側のね、ドアノブ外していきたいと思います。さっきからずっとドアノブって言っちゃってますけど、ウィンドウハンドルですね。そこら辺は皆さんお気になさらず、ドアノブと僕が言っててもドアハンドル、違う、また間違えた。ウィンドウハンドルでね、ちょっと変換してもらえるとありがたいです。ここや。ここのね、中にちょっと見にくいんですけど、金色っぽい金具が見えると思うんですけど、こちらをね、引き抜くと多分このハンドルが取れると思います。こういう部品ってね、結構なくしちゃいやすいんで、気をつけないといけませんね。よいしょ。こんな感じで金具が取れました。あとはこれを引き抜くと取れますね。この元々のこのスプライン、これ合うのかな？やっぱり全然合わないですね。なので、こっちの元々のアクティのドア側の間に、アタッチメント的なね、変換部品を作って取り付けしていきたいと思います。まずはね、ちょっとね、部品の採寸からしていきたいと思います。というわけで、こんな感じでね、ちょっとめちゃくちゃ下手くそですけど、ある程度ね、サイズ測ってきたので、これからね、3D CAD 使用して設計していきたいと思います。設計なんて言ってますけども、全然専門的なことは知りません。こんな感じでサポート材の除去が終わりました。動画上だとね、結構すぐできてる感じなんですけども、実はね、
こんな感じでめちゃめちゃ失敗してます。これね、サポート材の設定がね、ちょっとなかなかうまく決まらなくて、サポートが剥がれなかったり、サポート面との接触面がすごい荒れちゃったりとかで、もうすごいことになってます。じゃあとりあえずね、今からガレージの方に行って仕上げをしていきたいと思います。こちらの社外品のウィンドウハンドルなんですけども、結構ね飛び出てるんですよね。今回はこことドアの間に変換のね部品を取り付けするので、あんまりねここが飛び出たまんまだと結構ねドアの内装の面からすごい出ちゃって足とかがね引っかかったりとかするかもしれないんで、このね出っ張りの部分をもう切り落としてしまいたいと思います。こんな感じで切り落とせました。それではこちらの変換アダプターをですね仕上げしていきたいと思います。最終的にボルトで固定するんですけども、こちらにですねインサートナットをインサートしていこうと思います。ハンダゴテにつけてこんな感じで熱で溶かして厚みにします。これで完成ですね。ここがねちょっとね硬いんですけど、ちょっとね硬かったですけど入りました。こちらのねキャップボルトで固定していきたいと思います。あんまりね締めすぎると相手がね 3D プリンター製品なんで、こんな感じですかね。ではこちらのねウィンドウハンドルをアクティにね取り付けしていきたいと思います。こんな感じでクリップをあらかじめつけておきます。さあ無事につくかどうかって感じですね。ほっお、意外にいい感じかも。無事に完成しました。嘘やん。先ほどですね悲しい事件が起こりまして、これね2個目を作ろうと思ってここがね硬かったんで、ちょっとプラハンでね叩いてたら折れましたね。ちょっと品質がねあんまり良くなかったみたいですね。鋳物のね強度がちょっととても弱い。ちょっとね溶接とかで直ればいいんですけど、鋳物ってねちょっと溶接に不向きやし、メッキの面がねもう割れちゃってるんで、ここからペリペリメッキ剥がれてきちゃうと思うんで、ちょっと悲しいですけどね。片側はね純正のハンドルを使いたいと思います。いい勉強になりましたね。ただまたね巡り合いなんで、もしねどこかのフリーマーケットでねおしゃれなハンドルを見つけたら、またこんな感じでね変換アダプターを作ってハンドルのねカスタムやっていきたいなと思います。気を取り直してね完成したハンドルで窓を開けて風を感じにドライブに行きたいと思います。行ってきます。Yeah.